皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は私の完全なプライベートな Vlog です。これから私のおばあちゃんに会いに行きます。そして東北にあるおばあちゃんの家にも行きます。70年以上前に建てられた家なので、皆さんに少し紹介したいと思います。新幹線に乗ってまずはおばあちゃんに会いに行きます。私のおばあちゃんは今施設にいます。老人ホームにいます。おばあちゃんに会うのは多分6年ぶりだと思います。最後に会ったのがいつなのか覚えていないくらいずっと会えていませんでした。新幹線に乗る前におにぎりと唐揚げのセットを買いました。黄色いのはたくあんです。漬物です。おばあちゃんがいる介護施設の最寄りの駅からタクシーに乗りました。タクシーの運転手さんと私の母が話しているんですけど、方言で話しているので、私は時々何を話しているのかわかりません。はい、おばあちゃんに久しぶりに会うことができました。私のおばあちゃんは今94歳です。会った瞬間すぐにあらーあかねちゃんと言ってくれました。前にも動画で話したことがあるんですけど、私のお母さんとおばあちゃんが話している会話は私は 50% くらいしかわかりません。それぐらい全然単語が違っていたり、同じ日本なんですけど結構方言が強い地域なのでわからないことがたくさんあります。おばあちゃんの家に着きました。門があります。ここはね、倉庫でした。今は多分何も入ってないのかな。家の外観はこんな感じです。はい、今おばあちゃんの家に着いたので入りたいと思います。まず玄関があります。農家なのでこういうね、長靴があります。ちょっと靴脱ぎますね。して、ここがね、廊下です。今お母さんと一緒に来てるんですけど、お母さんに聞いたらこの家は80年前に建てられた家だそうです。なので本当にね、昔の家っていう感じです。でおばあちゃんは、ちょっとね今この家に住める状態じゃないから、ちょっと違うところにいるんですけど、だからねちょっと散らかってまず汚い状態なんですけど、でもねいつかこの家はなくなってしまうと思うので、ちょっとねやっぱり自分の中でもなくなってしまうのが寂しいっていうのと、記録しておきたいなっていうのがあるので、ちょっと今日は皆さんにお見せしたいと思います。でこれはね今の家にはあんまりないと思うんですけど、ある家もあるかもしれないけど、天皇のね写真が飾ってあるんだよね。やっぱ80年前の家っていうのもあると思うんですけど、あと、家によってその人によって違うと思うんだけど、そういう写真があったりとか、あとこれは私の多分ひいおじいちゃんとかですね、多分こっちのね一番こっち側に写ってるのは私のおじいちゃんです。でも10年くらい前に亡くなってしまったんですけど、そうです、そのおじいちゃんの写真が飾ってあります。で私が今いるところはね和室ですね。ちょっとごめんね、片付いてないからいろいろあるんだけど、いろいろ散らかってるんだけど、でもう一つね奥にも和室があります。結構田舎にある家なので広いです。であとそう、皆さんに見せたいのがこれ見て、これ昔のタンスですね。この中に服とかいろんなものを入れてたんだけど、すごいよね。こういうのって今あんまり見ないと思うんですよね。なんか入ってんのかな。動かない開かないや開きません、残念ながら。そうでこっちにはねトイレがあります。お手洗いがあって、そうだね、あとリビング見ようか。そう、庭もね
広いんですよね。向こうの方でトマトとかキュウリとかナスとかかぼちゃとかおばあちゃんがいろんな野菜を作ってました。体重計があるよ。これいつのだろう。あー、寒い。これ今3月の下旬に撮影してるんですけど、今ね、5度くらい。結構寒いですね。で、暖房器具がちょっとね、今あんまりほとんど使えてない状態なので、こうやってダウン着ながら、撮影してます。こちらがリビングになります。本当にもう昔のままですね。そう、ソファーがあって、これこたつです。電気入れたら暖かくなります。台所見てみようか。こっちにもね、ちょっと部屋があります。おじいちゃんがね、よくここにいたんだけどね。あれ、この辺はつかないか。こっちじゃお風呂場見てみようか。ちょっとね、ごめんなさいね、散らかってるんですけど、洗濯機があって、あれが洗面所です。もう昭和でしょ。ここはね、地震の影響も受けてるので、ちょっとやっぱりね、壊れてるとこもあります。で、これお風呂です。すごいでしょ？昔のお風呂です。はい。こっち台所なんだけど、台所ちょっと暗いね。お母さん、台所ってさ、電気つく？はーい。ほんとごめんね。全然綺麗じゃなくて申し訳ないんですけど、台所です。はい。コンロがあって、ここね、シンクですね。ここでお皿を洗ったりします。これも昭和って感じですよね。でも私ね、この感じすごく好きだったんですよ。あとは特別なものはないかな。懐かしいな。そうでね、こっちにもね、ドアがあって、こっからも外に出ることができます。で、一応まだね、冷蔵庫もあるし、このレンジは古くないか。見える？ちょっとごめんね。ちょっとね、ここは電気がないんだ。電子レンジもありますし、扇風機もあります。この扇風機もだいぶ古いやつだよね。はい、ここにもあります。寒い寒い寒い。寒いよ。よいしょ。そうだ、こっちにもね、部屋があるんだよね。だから全部で1、2、3、4、5つあるのかな？部屋が。ここでもよく遊びました。ここはつかないか。そう、ここは多分物置にしてたのかな。あんまり何もないですね。冷たい。足が冷たいよ。で、あっちが玄関です。あと、ここにね、ご先祖様が眠っています。だから、おばあちゃん家に遊びに来たらいつもここで線香をあげてお祈りをしていました。懐かしい。ここに来たのは6年ぶり ?7 年ぶりくらいかな。なので今ちょっとなんかもう懐かしすぎて、ちょっとうまく言葉で表すことができないんですけど、どうですかね、こういう80年前の家を見て、ちょっと皆さんはどう思いましたか？もしかしたらね、私の国にもこういう感じの家がありますというところもあるかもしれませんね。ちょっと皆さんにお見せしたいなと思って撮ってみました。ちなみに天井はこんな感じです。天井はね、木です。でね、電気はこんな感じ。これもちょっとなんか昔の感じかもしれないけど、このデザイン綺麗ですよね。木でできててね。そう。あとね、こういうところにもなんかね、飾りがあったりとか、これも木を掘って作ったものだと思うんですよね。すごい細かいですよね。これ昔のお金です。100円札がね、昔はあったんですよ。はい、今日はおばあちゃんに会って、おばあちゃんの家に来るっていう、ちょっと本当にプライベートな動画でした。でもずっと撮りたいと思っていて、私あんまりプライベートなことは言わないようにはしてるんですけど、でもやっぱりこのお家が古い状態のままで
撮影したいなってずっと思ってたので撮ってみました。皆さんぜひ感想など概要欄じゃない、コメント欄に書いていただけたら嬉しいです。多分今日の動画すごく短いと思うんですけど、見てくださって本当にありがとうございます。今日はここまでです。バイバイ。